とか水中を進んでいます。ブリミティアプレイヤーエールです。今回は人力潜水艦を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな仕組みでいい感じに水中を進んでみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは黒さんの異接触接合機を利用して、プラスチックの板とベアリングの軸を離して接着したら、こちらを回転するようにベアリングに取り付けて、ぐるっと一周、プラスチックの板を貼り付けていきます。貼り付け終わったら、この回し車でスクリューを回すための回転方向変換の仕組みを作っていきます。こんな感じで、たくさんのベアリングを組み合わせて、回転方向を90度変換するユニバーサルジョイントの仕組みにしていきます。ちなみにベアリングが複数並んでいるのは、ベアリングがぐねらないようにして力を伝達しやすくしているからです。かなり重くなっているので、取り付けには苦労しました。なんとか90度回転方向を変えられるようになりました。でもこれだけだとバランスが悪いですし、回転の反作用の影響を受けるので、こんな感じでもう一つ複製してくっつけることでバランスを良くして、さらに2つのスクリューを違う方向に回転させて、反作用の影響を受けないようにします。よし、いい感じにくっつけられました。こうやって回し車を回すことで、左右の軸が反対方向に回っているのがよくわかりますね。さらにこちらにプラスチックの板を放射状に取り付けたスクリューも追加します。こちらもプラスチックで作るのは水の比重と同じなので、水中で浮きにも重りにもならない潜水艦にちょうどいい素材だからです。スクリューができたので、こちらを取り付けて回してみると、結構な速度で回ってくれています。これなら水中でも進みそうですね。さらに安定して回せるように、私がはみ出さないようにする操縦席と、持って安定させるためのハンドルを取り付けました。こちらを回してみると、なるほど、高速で回せますが、途中で私の足に板がぶつかるせいか、ぴょんぴょん跳ねてしまってます。なので、この跳ねるのを防止するために、私の頭上に板を1枚追加します。こうすることで、飛び跳ねるのを物理的に防いで、回し続けることができるようになりました。早速こちらを地面に解き放って、動かしてみましょう。傾き防止にベアリングのタイヤもつけているおかげか、地上での機動性はいい感じです。前進後退もできますし、方向転換も簡単ですね。では肝心の水中での性能を見るために、海の方に向かっていくと、おっと、スクリューが石にぶつかって壊れてしまいました。気を取り直してもう一度。今度は慎重に海の方に向かっていきます。少し勢いをつけながら、水に浸かると、なんと沈まずに水面を跳ねるように移動しています。回し車の回転で、うまく水切りしてくれてるみたいですね。しばらく進んだ後、ここで回転を止めると、水中に沈んでくれました。この状態で、回し車を回して進もうとしましたが、スクリューの片方が地面に接触して、うまく回すことができません。今度はちゃんと回せるように、もう少し深くで平らな場所に行って、水の中を進んでみましょう。そうすると、なんとか水中を進んでいます。速度は遅く、回転を這うタイプの魚のようですが、確実に前には進んでいるので、よしとしましょう。カメラの位置を固定して、旋回性能を見てみると、水中で水の抵抗はあっても、浮力で重さは軽減しているので、結構すんなり方向転換できました。でも速度はかなり遅いですね。
ここから私の視点にして速度を確認してみると、回転を進んでいる時の速度は、だいたい秒速 0.7 メートルくらいでした。かなり遅いですが、ちゃんと回転を這うように進めていますし、緩やかな坂道であれば、こうやって登って地上に出ることもできました。地上なら水の抵抗もなく、軽やかに走れるので、普通に走る速度より少し速い、秒速 5.9 メートルで走れます。水中より地上が得意な潜水艦ですね。そして、水面にうまく乗ることで、水上を走ることもできます。ぴょんぴょん跳ねて操作しづらいですが、速度は秒速4メートルほど出るので、それなりに速いです。どれもいまいちの速度ですが、水中、地上、水面も行ける、マルチパーパスな乗り物になったんじゃないでしょうか。でも、調子に乗って水上を進んでいると、ビアリングがずれていきなり壊れるので、注意しましょう。それでは最後は、人力潜水艦に乗って行けるところまで行ってみましょう。上からの視点にして、まっすぐ進んでいると、おっと、木に引っかかりましたが、一度後退して避けながら進んでいきます。地上を走るときは、このスケリューが邪魔なんですよね。そのまま海の方に向かっていって、水上を走っていきましょう。潜水艦なのに、こっちの方がずっと速いんですよね。しかし、そのまま進んでいくと、あちゃー！ここで勝手に壊れました。人力潜水艦での旅はここまでですね。それでは、水中の旅は十分楽しんだので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた人力潜水艦さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー